なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第4章大精霊編第125話呪いの盾第126話批評の秘跡朗読を始めます。魔王学院の不適合者第125話呪いの盾。廃れた屋敷にて二人の男が対峙していた。レイ、グランズドリートゲラド、アズレマである。瞬順もなくレイはゲラドへ向かってまっすぐ一歩を刻む。次の瞬間、ゲラドは彼の姿を見失った。後ろだよ。残念ながら見えております。くるりと回転し、ゲラドは振り下ろされた一位剣に盾を向ける。だがその瞬間、彼は背中を切り裂かれていた。後ろだって言ったはずだよ。ゲラドが反応した一瞬の隙を突き、レイは再び彼の背後に回り込み、背中を切りつけていたのだ。並のものであれば、その一撃で絶命しているだろうが、さすがは2000年前の魔族。体が頑丈だ。さすが、混沌の世代と呼ばれるだけのことはありますか。この時代の魔族にしては、なかなかやりますね。しかし、ゲラドの盾が暗い青の光を発する。すると、攻撃を受けていないはずのレイの背中が切り裂かれ、鮮血が散った。先ほどゲラドを切り裂いたのと同じ箇所だが、傷はレイの方が明らかに深かった。レイさん、大丈夫だよ。そう言って、レイは彼の盾に目を向けた。呪いの類のようだね。それは、ゲラドはうなずいた。またてま順下にあず、主を傷つけた者を呪い、倍の痛みを返す魔法具でございます。この盾が私の手にある限り、あなたは私よりも多くの傷を負うことになるでしょう。へえ。真正面からレイが踏み込み、シグシェスタを振り下ろす。ゲラドは身を引き、またてゲニアズで一位剣を阻む。しかし、その刃は途中でくるりと変化した。先にそれをもらうよ。ゲラドの右腕が手首から切断され、ぼとりと落ちる。一緒に落ちたゲニアズが床を転がった。はあ。返す刀で、レイがゲラドの首筋へシグシェスタを走らせる。鮮血が散った。だが、ゲラドの首は、落ちていない。代わりに地面に落ちたのは、レイの右手と一位剣だった。この盾が私の手にある限り、と申しましたがあれは嘘です。剣の腕はなかなかのようですが、あなたは少々正直すぎる嫌いがございますね。この盾が壊れない限り、たとえ手を離しても呪いは解けません。そう、あいにく、駆け引きは苦手な性分なんだよね。涼しげに微笑み、レイは、エイシアルを自らの手首に使った。しかし、傷は一向に癒える気配はない。無駄でございます。ゲニアズの呪いの前には、回復魔法は効果がありません。それは残念。レイは左手で一位剣を拾う。そういう君こそ、どうしてその手と背中を直さないんだい？さて、どうしてでしょうね。ゲニアズの呪いは、相手に自らの傷を増幅して返す。その呪いのせいで、君も自分の傷を癒せないんじゃないかな。さて、あるいは、そういうふりをしているだけかもしれません。もしかしたら、私だけ回復魔法が使える可能性もございます。そうだとすれば、自分が圧倒的に有利だと言いたげだ。試される勇気はおありですか？もちろん、そうしてみるよ。迷いなくレイはゲラドに肉薄し、その左足を切り裂いた。またてゲニアズのまとった甲が増し、呪いが発動する。レイの太ももがゲラドよりも深く切り裂かれていた。それでも構わず、レイは一位剣を振るった。渾身の力で肩口に刃を振り下ろすと、その刃をまたてゲニアズが受け止めた。ギシーと奇妙な音が鳴る。ようやく捕まえました。ゲラドがそう口にした瞬間、レイの肩口が呪いにより切り裂かれた。たたらを踏み、レイが膝をつく。盾で防いだ場合に呪いが発動しないとは申しておりません。ゲラドは陰銀な態度を崩さずに言う。これで、お分かりになったでしょう。魔法の苦手なあなたには、どう考えても、勝ち目はございません。不思議に思うんだけどね。ゆっくりとレイが立ち上がる。君は僕のことを知っているのかな？ええ、よく存じておりますよ。
レンマの剣聖、レイ、グランズドリー。魔法こそ増えてなものの、その剣の腕前と、戦闘中にさえ成長するほどの才能は、2000年前の魔族にさえ劣るものではございません。しかし、ゲラドは魔法陣を描き、そこから魔剣を取り出した。マタテゲニアズと同じ青い宝石がついている。おそらくは呪いの魔剣だろう。あなたがどれだけ成長しようと、私に与えた傷はすべてあなたに返る。残念ながら、私ども呪い王軍と戦うにはまだまだ経験不足だったようでございます。ゲラドが一足飛びに間合いに入り、呪いの魔剣を渾身の力で振り下ろす。まっすぐ脳天を狙ったそれを、レイがシグシェスタで受け止めると、呪いの魔剣の刃先がいともたやすくかけた。あまりに脆い。レイが不可解に思ったか視線を険しくする。直後、彼の胸に突き刺されたような傷口が浮かんだ。呪いが発動したのだ。さあ、どうかわします？一瞬ひるんだレイに、ゲラドは呪いの魔剣を横なぎに振るう。それをシグシェスタで受け止められると、ゲラドは勝利を確信したかのように、笑った。甘いよ。呪いの魔剣の衝撃を完全に受け流し、歯をかけさせることなく、レイはそれを弾き返した。レイのシグシェスタが閃光のように走る。首を跳ねるがごとき勢いで向けられた歯を、ゲラドは寸前のところでしゃがんでかわす。一撃で仕留めれば、呪いが効かないとお思いでしょうか？試してみる価値はあるよね。立ち上がろうとしたゲラドに足払いを仕掛け、転倒させる。ダメージがなければ、レイにもまたダメージは返らない。しかし、体勢は崩した。彼を置き去りにするようにレイは走った。目的はゲラドではなく、彼が落とした盾だ。ゲラドが追いすがるも、レイには到底追いつかない。マタテゲニアズはもう彼の間合いのうちだ。渾身の力で、シグシェスタが突き出される。その切っ先は確かにマタテゲニアズを貫通していた。残念だったね。レイが口にすると、ゲラドは陰銀に笑った。残念ながら、あなたの負けでございます。ゲニアズの宝石が一つ、砕け散った。レイがガクンと膝をつき、前のめりに倒れる。最初に申し上げたはずでございます。あなたは正直すぎる嫌いがあると。ゲニアズを壊さない限り、呪いが解けないと申しましたが、それは罠です。レイさん。ミサが彼の名を呼ぶ。ゲラドは地面に転がっていたマタテゲニアズを拾った。無駄ですよ。ゲニアズに魔法石が砕け散るほどのダメージを与えれば、その呪いで相手の根源は滅びます。体は無事ですが、その根源はすでに消え去りました。彼はもう二度と立ち上がることはございません。ミサを振り向き、ゆっくりとゲラドは近づいていく。つまり、声が聞こえた。ゲラドがもう二度と聞くことはないと思っていた声が。残り3個壊せば、その盾の効果はなくなるんだね。ゲラドが振り向いた瞬間、3度、閃光がきらめく。マタテゲニアズの魔法石が刹那の間に3つとも砕け散った。呪いが発動し、ガクン、とレイは膝をつく。ゲニアズの魔力が失われ、ぼんやりとまとっていた甲が消えた。傷が、治って。驚愕の表情でゲラドはレイを見つめる。呪いを受けたはずの彼の右手や背中の傷が治っているのだ。知らなかったかな？大抵の呪いは相手の根源を対象とする。根源が滅びた瞬間に、その呪いは効果を失うんだよ。何事もなかったかのようにレイは立ち上がる。その手には、一位剣の代わりに、神々しく光り輝く聖剣が握られていた。根源を2つ以上持っている敵を相手にするときは気をつけた方がいい。ゲラドが息を飲む。まさか？目の前の男に畏怖するように、ゲラドは後ずさった。レイが根源の隠蔽をやめたため、彼の魔眼にもはっきりとその数が見えたことだろう。7つの根源、霊人人剣、エヴァンスマナ。呪い王に最後に会ったのは2000年前だからね。彼は僕の計画が完全に成功したと思っているのかな？レイがエヴァンスマナを静かに構える。先のディルヘイドとアゼシオンの戦争は、呪い王もある程度は知っているはずだ。しかし、あまり近づきすぎれば感づかれる恐れがあったため、その顛末を完全に把握してはいないのだろう。勇者、カノン、生きて。
言葉が発せられるより早く、レイはエヴァンスマナをゲラドの心臓に突き刺していた。グフ。正直すぎる嫌いがあるなんて言われるのはこそばゆいよね。多分、君よりもずっと、僕は嘘をついて生きてきたから。彼があとほんの少しでも力を込めれば、ゲラドの根源は滅びるだろう。もう一度聞くよ。ゲラドは死を覚悟したような表情で、レイを見た。あの半分の魔剣はどこで手に入れた？ぐっと歯を食いしばり、ゲラドは言った。お答えできかねます。瞬間、彼は自らの胸に魔剣を突き刺していた。すぐさま、レイは霊人人剣を引き抜き、インガルを使う。だが、蘇生しなかった。ミサが恐る恐ると言ったように倒れたゲラドに近づいていく。起き上がる気配はまるでない。彼女はぽつりとつぶやいた。根源が、滅びたんでしょうか？レイは首を左右に振った。転生したみたいだよ。第126話、ヒヒ王の史跡。エレオノールの描いた地、水、火、風の魔法陣は、四方にある壁を覆い尽くし、部屋を包み込む結界と化す。デイジェリアの内側では、魔族はその力を封じられ、弱体化する。しかしザブロは動じなかった。無駄じゃ、無駄じゃ。ほれ。ザブロの足元に魔法陣が浮かぶ。それは彼を覆うような、黒い光を立ち上らせ、円形の結界を作り出した。暗黒領域イグレアナ。ザブロの生み出したその闇の領域は、デイジェリアの効果を相殺し、さらに彼の魔力を底上げしている。人間が開発した魔法などたかが知れておるわい。こんなものは、聖水がなければ役には立たん。そう言い捨て、ザブロが両手を前に突き出す。その先に多重魔法陣が浮かび上がる。その数、およそ40。魔法陣を重ねれば、魔法効果が上がるとはいえ、一瞬にしてそれだけの数の多重魔法陣を展開するとは、さすがは2000年前の魔族、さすが、ヒヒ王の復刊といったところか。やはり、並の術者ではない。ほれ。ザブロが両手を頭上に掲げると、多重魔法陣がみるみる広がり、そして髪型へ登っていく。それが天井に達しても、なおも止まらず、魔法陣はガラガラと天井を破壊しながら、遥か上空へ到達した。食らうがいいわい。上空の魔法陣からぬっと姿を現したのは、ヒイロの秘跡である。ざっと数えただけでも、数百は下らない。それが雨あられのように、ミッドヘイズ上へ降り注いだ。と、ガガ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 ガッとけたたましい音が鳴り響く。外壁が、窓が、天井が、床が、城にあったものというものが、みるみるうちに落下してきた秘跡に破壊されていく。ものの数秒間の出来事だった。城は見るも無残に半壊していた。こんなことしたら、みんな死んじゃうぞ。デイジェリアを7つ重ねが消し、エレオノールは降り注ぐ秘跡から、ゼシアやレドリアーノたちを守っていた。ひっひ、バカな小娘よのう。このわしが、殺すなどという魔力効率の悪いことをすると思うてか？ザブロは広げた両手を地に下ろす。秘跡というのはのう、魔力を貯蔵し、魔法を封じ込めておくことのできる魔法具じゃ。たった今、この城に降り注いだのは、ヒヒ王様の魔力が込められたヒイロの秘跡。そこに刻まれた魔法文字をよう見てみるがいいわい。エレオノールが床に突き刺さった秘跡を横目で見る。魔法陣と同様の魔法術式が刻まれた秘跡には、不死鬼兵隊ゴア、グルム、という魔法文字が浮かんでいた。魔族の末裔よ。生きたまま腐り、ヒヒ王様の忠実な僕と化すのじゃ。秘跡がぽーっと紫の色の光を発し、魔法線を伸ばす。それらは城に降り注いだ秘跡同士を結びつけ、巨大な魔法陣を描き出した。のそ、のそ、と何か引きずるような足音が聞こえる。あたりには不臭が漂い、うめくような声がそこかしこから響いた。ほれ、来たようじゃぞ。ドガーンとドアをぶち破って現れたのは先ほどここへエレオノールを案内した執事だ。その肌は腐り、目は赤く染まって、頭には不気味な2本の角が生えている。何より、先ほどの彼とは思えぬほど強い魔力を発していた。ぐー。執事の口からうめき声が漏れる。エレオノールに敵意を向けてくる彼は、明らかに正気をなくしている様子だ。ガシャンとガラスが割れる音が響いた。エレオノールが振り向くと、窓ガラスを割って入ってきたのは、
この城の兵士たちだ。数は5人か6人。やはり、執事同様に肌が腐り、赤い目と2本の角を持っていた。ゾンビに似てるけど、違う？エレオノールが自問するようにつぶやく。ひっひ、初めて見るじゃろう。それは、グールじゃ。あのスメの作りよったぬるい、イグルムを改良してのさらに強く、何よりも命令に忠実な兵士を生み出す魔法を作ったのじゃ。おかげで、根源まで腐り果ててしまうがのグールとなり果てた兵士たちに、エレオノールは憐れみの目を向けた。こんな魔法、ひどいぞ。なんの、エレオノールの魔法に比べれば、まだまだ根源への研究が足りんわい。一体、どんな術式を組めば根源クローンなどを作れるのか。それがわかれば、我らはますます魔法の深淵へ迫ることができる。まるで魔法研究の成果を語るようにザブロは言う。魔法の研究なんて、誰かを犠牲にしてまでやることじゃないぞ。バカな小娘じゃのう。わしは何も犠牲にはしておらん。そやつらの根源はちゃんと残っておる。むしろ、魔力が増えたのだから、感謝してもらってもいいぐらいじゃ。くんは、間違ってるぞ。間違っておる？このわしがか？ひっひ。やはり、頭の悪い小娘には、魔法研究のことなどわからんようじゃのう。ザブロはエレオノールを指さす。やれ。のっそりとグールたちが足を踏み出す。ぐー。と、不気味なうめき声を漏らしながら、魔剣を手に襲いかかってきた。喧嘩は、ダメです。ゼシアが光の聖剣エンハーレを振り下ろす。その瞬間、エンハーレが光を放ち、聖剣の数が6本に増えた。エンハーレは光の聖剣。その特性は、オリジナルの1本を光源として、それが光を放つように、聖剣を複製すること。1万人のゼシアがすべて同じ聖剣を持てたのは、この特性によるものだ。宙に浮かんだ5本の聖剣はゼシアの意志に従うように、グールたちの持っていた魔剣に切りかかり、弾き飛ばす。うがー。だが、ひるみもせず、素手のままグールたちが襲いかかってきた。ゼシア、広いところまで逃げるぞ。エレオノールは走り出す。その途中、デイジェリア、オレドリアーノ、ハイネ、ラオスに重ねがけした。ごめんね、みんな。絶対、助けるから、頑張って。ひっひ、無駄じゃよ。そやつらがグールになるのは時間の問題じゃ。ヒヒ王様の、不死鬼兵隊ゴア、グルム、から逃れられはせん。部屋を飛び出し、エレオノールとゼシアは通路を走る。曲がり角を曲がった。その瞬間だ。グー。ガー。目の前に数十人ものグールがいた。所狭しと通路に立ちふさがり、アリの子一匹通る隙間はない。押し通るぞ。死なない程度にやっつけて。串刺し、です。デイジェリアを盾にしながら、エレオノールとゼシアはグールの集団に突っ込んだ。ゼシアがエンハーレを構えると、無数の光の聖剣が彼女の前に現れる。エンハーレを突き出されると同時に、宙に浮かんだ無数の剣が突き出され、グールの胸を串刺しにした。集団がひるんだ隙に、デイジェリアの盾で弾き飛ばしながら、エレオノールとゼシアはグールの壁を突破した。あっちだぞ。迫り来るグールを避けながら、エレオノールはミッドヘイズ上の中心を目指した。きっと、どこかにあるはず。視線を目まぐるしく移動させながら、広大な庭をくぐり抜けていくと、そこに彼女の目当てのものが見えてきた。見つけた。ひときわ大きな、火色の筆跡である。見上げるほどにでかく、貯蔵された魔力もまた莫大だ。その筆跡が、不死鬼兵隊ゴア、グルムの魔法術式を生み出している核だろう。これを壊せば、これ以上グールは生まれないはず。エレオノールは、デイジェリアの魔法で、巨大な筆跡を覆い、その魔力を減衰させた。壊し、ます。ゼシアはエンハーレに魔力を注ぐ。剣心が輝き、光が膨れ上がるように、長大な聖剣と化した。えい。バギーーンとけたたましい音が鳴り響く。聖剣と筆跡がしのぎを削り、弾けた魔力の粒子が周囲のものというものを吹き飛ばしていく。だが、筆跡は全くの無傷だった。ひっひ、無駄じゃ無駄じゃ。ヒヒ王様が2000年もの間、魔力をつぎ込んだ筆跡じゃ。頭の悪い小娘2人に壊せるような代物じゃないわい。空からザブロが降りてくる。ほれ、
もう逃げ回るのもしまいじゃ。うめき声とともに、グールの集団が姿を現す。その数、500はくだらないだろう。エレオノールたちは完全に取り囲まれていた。その中にいた一人に、彼女は目を向けた。グー。レドリアーノだ。完全に正気を失い、グールと化している。レドリアーノくん。彼だけではなかった。集団の中から、ラオスとハイネが姿を現す。同じくグールと化し、エレオノールに敵意を向けている。ラオスくん、ハイネくん。残念じゃったの？まあ、気にすることはないわい。すぐにばらして悲しみなど感じない体にしてやるからの。ザブロが両手を掲げる。まずは、その邪魔な魔力を封じさせてもらうとするかの。付近にあった秘跡に黒い光が灯る。それらが魔法線を発すると、城中の秘跡とつながり、魔法陣を描いた。まだ日があるにもかかわらず、城の敷地内が薄暗闇に包まれる。発動した魔法は、キューマ暗黒領域時のグレアナス。ゼシアの手にしたエンハーレの光が弱まり、秘跡を覆ったデイジェリアが消えた。魔力が取られます。ヒシヒ、どうじゃ、キューマ暗黒領域時のグレアナスは闇の領域内にいる敵の魔力を吸収する効果があるのじゃ。お主の魔力が空になるまで、そうじゃの。まあ、1分といったところか。エレオノールがつぶやく。なんじゃ、聞こえんかったの？もう喋る力もなくしたか？エレオノールが顔を上げ、きっとザブロを睨んだ。君は謝っても、絶対に許してあげないって言ったぞ。エレオノールとゼシアの体に、アスクの光がまとう。ひっひ、お主は魔法のことを何にもわかっておらんの。よく深淵を覗いてみるがいい。キューマ暗黒領域時のグレアナスの外には魔法の力は及ばん。いくらアスクの魔法を使おうと、肝心の思いを集めてこられなくてはどうしようもないからの。大方、1万人のゼシアから力を借りようとしたんじゃろうが、残念じゃったの。思いなら、ここにあるぞ。エレオノールの周囲に魔法文字が現れる。それらは宙に浮遊したまま、彼女の周囲を漂った。魔法文字から聖水が溢れ出し、球状と化して、彼女を覆っていく。エレオノール。なあ、うげえ。ザブロが驚愕の表情を浮かべた。なんじゃと、エレオノールの魔法が、自ら魔法行使を、ありえん。一体、どういう術式構造で？だが、ザブロの疑問はすぐに消え、さらなる驚愕が彼を襲った。アスクの光が数十倍に膨れ上がったのだ。アスクの魔法が、どういうことじゃ、お主、一体どこから魔力を集めてきておる？思いは根源に宿るんだぞ。僕は、エレオノール。根源を生み出す魔法。たばかるな。根源など、どこにも生み出されておらんじゃろうて。ここには、貴様らと、グールとわししかおらん。根源を生み出したら、大変だぞ。だから、僕が生み出したのは根源の中の思いだけ。ザブロは一瞬絶句した。そんな、バカな、エレオノールの魔法で、思いだけを生み出したじゃと？そんなことができるわけが？エレオノールが手をかざす。魔法陣が浮かび、それが訪問のごとく変化した。アスクの光が集う。お仕置きだぞ。光の砲弾、テオトライアスが発射される。流星のごとく、まばゆい光の尾を引きながら、それは巨大な秘跡を撃ち抜いた。バシュンと魔力が弾け飛ぶような音が響き、やがて光が収まっていく。巨大な秘跡は跡形もなく、粉々に砕け散っていた。キューマ暗黒領域時のグレアナスの効果が消え、暗闇がスーッと晴れていった。バカな、このわしの半魔法が、たった一撃の魔法で、こんなことがあるわけが。テオトライアスの余波に巻き込まれ、ザブロは地面に這いつくばっていた。半魔法に魔力を使い果たし、もう起き上がることもできない様子である。結界が消えました。ゼシアの言葉にエレオノールがうなずく。それじゃ、みんなを治すぞ。アスクの光が地面を伝い、城中に広がっていく。それらは敷地内に巨大な魔法陣を描き出した。聖域蘇生テオ、インガル。柔らかく、暖かい光が、城中を照らす。すると、次第にグールたちの核が消え、腐った皮膚が元に戻り、
根源を癒していく。やがて元の姿を取り戻した彼らは皆、気を失ったかのようにその場に倒れた。バカな、バカなバカな、こんなことが、なぜじゃ、ヒヒ王様の史跡で作られたグールが、なぜ、人型魔法なんぞに？君はもっと魔法の基礎から勉強した方がいいぞ。なんじゃと王、わしが魔法の基礎の何を分かっていないと言うんじゃ。術者によって、魔法の効果は同じなのかな？ザブロは眉根を寄せ、吐き捨てるように言った。そんなものは術者の魔力に依存するに決まっておる。だからこそ、大もごときが、なぜヒヒ王様の史跡を壊せたのかが、そこまで口にして、彼ははっと気がついたように息を飲んだ。ヒヒ王様の史跡はすごいのかもしれないけど、のほほんと微笑みながら、エレオノールは人差し指を立てた。僕は魔王様の魔法だぞ。次回は、魔王学院の不適合者、第127話、5件と10件、第128話、知恵比べ、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。